探偵コナン。作中随一の聖人、鈴木園子の好きなところと反応集。友達思いなところ。大人になってから瞳の中の暗殺者を見直してたんだけど、蘭が事件に巻き込まれて、記憶喪失になったと告げられた後、病院で寝ている蘭の横で涙ながらの。たとえ記憶が戻らなくても、私は一生、友達だからね。でガチ泣きした。こんな友達欲しい。京極がその子に惚れたきっかけが、友人を必死に応援してる姿ってのがすごいわかる。京極さんは、マジで見る目ある？惚れたきっかけが、容姿とか財力とかそういうのじゃなくて、友人を必死に応援してる姿なのいいよな。その子的にも、財力ですり寄ってくる奴なんて山ほど見てきてるだろうし。だからこそ対等であろうとする蘭とか、性格の面で惚れてる京極さんが輝く。京極さんじゃないと釣り合い取れない。ついに髪の毛を下ろした姿。髪型以外は完璧だったのに、髪の毛下して可愛さが跳ね上がっちゃった。髪型下ろしたら、コナンキャラトップクラスの美少女になるから、ハンデを与えてるんだぞ。友達思いで、イケメンの彼氏がいるご令嬢だぞ。マジで完璧だな。髪の毛下ろすと人力に勘違いされかねないから、ずっと上げっぱなしでいいと思う。シェリーじゃん、狙撃しなきゃ。シェリーやん。撃ち殺したろ。バン。シェリーじゃないやん。あれはさ、きっと髪を下ろしたから可愛いんじゃないんだ。京極さんと一緒にいるから、可愛いんだよ。何それ素敵やん。金持ちは心に余裕がある、を体現しすぎてる。金目当てのビッチ。と言われても、いいの、いいの。と笑顔で流せる懐の広さがすごい。いい女すぎる。金目当て。財閥の令嬢。自分がビッチ呼ばわりされても平気だけど、蘭たちが馬鹿にされたら、劣化のごとく怒りそう。コナンや蘭を、別荘に気軽に連れて行ってくれるのに、見返りなんて考えもしないからな。その子的には、ただただ友達や仲のいい子供たちと、遊びに行きたいだけなのがいいよね。その子のコネを使って、どこどこに行くことになったぜ。歌劇場版の舞台設定に便利すぎる。そういえばベイカーストリートでは、その子の正体で会場にいたんだったな。そうだよ。しかもコナンを心配した蘭に、新作ゲームの先行権利を譲ってもくれた。お金持ちを鼻にかけてる嫌味なお嬢様じゃなくて、本物のお嬢様って感じでいい。レセプションパーティーとかの、鈴木財閥ご令嬢。としての仕事してる時。いろいろ言われる豪華のひまわりだけど、その子のご令嬢シーン好きだ。話が進むにつれ、興味ないっつってるけど、こいつ鈴木財閥の女当主の器あるわ。ってなる。その子は、感性がお嬢様と庶民的面がいい塩梅で、出てるから素敵な子だよね。やじ馬根性がたまに傷だけど、そこ込みでどんどん好きになってく。京極さんへの接し方。京極さんが自力でスポンサー見つけてる時は、普通にシャシャリでないで個人的な応援だけして。そこでトラブル起きたら、じゃあうちがスポンサーするわ。って即座に出れるのが好き。権力を使う時と使わない時の分別と、決断力がすごい、樹血。気が強そうに見えるその子が、実は結構無駄な戦いしないで受け流す方で。クールに見える京極さんが、実はかなり血の気が多いから、面白いカップルだよね。京極さんって狼気質で喧嘩っ早いから、抑えてくれるその子の存在はでかいのよね。別れたら、京極さんが壊れて何するかわからないので、その子には確実に彼という当人を、封印しておいてほしい。まあ別れないと思うけど。京極さんとその子の絡み、大好きなんだけど、作劇の都合上めったに登場しないから悲しい。一人だけ、バトル漫画の世界の住民やってるから、しゃあない。むしろ劇場版でメイン張ったことが奇跡だし。かなりのミーハーな女子高生なのに、どの有名人に言い寄られても、京極以外には絶対に体を許さない一途さは、評価されて叱るべき。シンプルにいい子。その子はクラスメイトくらいの、距離感になりたい気持ちもある。同窓会とかで、旦那になった京極さんとののろけ話に、ニヤニヤして一緒に思い出を語って、酒を飲みたい。知り合いのいい奴が、幸せになったんだなぁ。って素直に思わせてくれる人だと思う。行列で知り合いを見つけた時に、前に来させるんじゃなくて、後ろに合流するシーンで、性格とか育ちの良さを感じた。めっちゃいいよねわかる。こういうのさらっとできるからこそ、蘭もお嬢様とか関係なく、親友でいたいと思うんだろうな。他の人にどうぞ。って細やかにささっとやってくれる、こういう人グループにいると、いろんな場面でめちゃくちゃ助かるんだよな。探偵たちのレクイエムでも、入り口から出てこようとした犯人と勝ち合って、出口から出ろルールは守れ。って主張してあゆみちゃんたちの命を、意図せず救ってたの印象的だった。その前の蘭とご飯食べようとしている時に、蘭が呼び出されて一人にされた時も、残念だわ
とかも言わずに、笑顔で送り出すのも素敵だよね。自分なら、残念だけどいいよ。って言うと思うけど、罪悪感与えちゃうかもしれないもんね。ガキンチョどもを、って国内有数の財閥お嬢様が、ここまで砕けてるのいいよね。黄色の弾丸でも、ヒントもらった欄が答えて、残り3枠になったから。子供たちに仲間外れ作らないように、自分も答え分かってて子供たちを、正解に誘導したりしてたし。本当に株が上がることしかしない女。俺ならどうするだろう、と考えると、本当に善人すぎて眩しい。ゼロの執行人で、木崎弁護士事務所高にいた時、立ち方がすごい綺麗だった。本物のお嬢様だなぁ、ってなった。高級店でのマナーもしっかりしつつ、ラーメン屋では美味しそうにするだろうし。そこそこのサイズで、かぶりついて食べるようなものは、豪快にかぶりついて笑顔になる。それら全部を汚らしさもなく、こなしそうな気がする。こうして食べた方が美味しいじゃん。って言ってくれそう。出てきた頃は、女子高生版毛利小五郎みたいな存在かな。って思っててごめんなさい。あながち間違ってない気もするが、小五郎も実はかっこいいからさ。本当に人間ができてるし、友達になりたい。逆になんでこんないい子なのってなってきた。以上。皆さんはどんなその子が好きですか？映画の最新情報もどんどん更新していきます。いろいろな人気漫画の考察、反応集を投稿していくので、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。